こんにちは、新藤きみこです。まずチャンネル登録者の方が、5000人くらいになりました。はい、ありがとうございます。はい、これからも頑張りますのでよろしくお願いします。もしですねまだ登録していらっしゃらない方とかおりましたら、ぜひ、チャンネル登録とか、グッドボタンなどをですねコメントもお待ちしてますので、よろしくお願いします。はい、今年の、目標はいろいろ考えてるんですけど、YouTube は、こんな感じで、変わりなく、続けていけたらなというのと、はい、それとコロナがねもうちょっと落ち着いてくれたら、いろいろワークショップとかそういうこともやっていきたいなと思ってはいるんですけど、なかなか、今ね大変なので何とも言えないんですが、引き続き今年も、盆栽楽しんでいこうと思いますのでよろしくお願いします。で今日の作業はですね、持ってきてもう分かっちゃうと思うんですけど、心拍の針金掛けですね。1月の、今中旬ぐらいで、時期的には一番寒い時期になるのかなと思うのであんまりやることないんですけど、心拍ぐらい受精の強いものだったら静止は可能なのでやりたいと。もうちょっと来週ぐらいからもうバラ科樹種の植え替えはやっていこうと思うんですけど、しばしちょっと暇なので、シャリ入れとか針金掛けとかそういうことをやっています。これは実は去年東樹園さんに遊びに行った時に蛭間さんとカンタさんとあと一級建築士の、鈴木さんかな鈴木さん佐々木さんかな一級建とかちょっと安倍さんだ安倍さんすいません、ちょっと忘れちゃったんですけど安倍さんです。安倍さんと3人であとキヨさんも混じってですね針金1曲ずつ曲げていこうっていう企画をやったやつのその時の心拍なんですけど、まだちょっと曲が甘いというか、特にこう立ち上がりのところがちょっとまだ全然よろしくない感じがするのでこれをやり直したいなとさらに強く曲げたいなと思います。でちょっとどうなるか分かんないんでちょっと考えながらやりたいと思うんですけど、まずはこのラフィアをしっかり巻いてそれで針金を幹のところに巻きつけてそれでググッと心をこう鬼にして巻くっていうね巻くじゃない曲げるっていうそういうのを、撮影したいと思いますのでよろしくお願いします。このなんかよしとりあえず強く曲げるであろうこの辺だけしっかりこうちょっとラフィアまだ見えてるとこもあるけどこんな感じで巻きました。よし次は針金かけてちょっとねやってみようかなと思います。
よいしょよいしょよいしょ。針金をこう、巻きました。結構太かったんで3本ぐらい巻きました。それでねじりながら針金を締め付けるようにしながら巻くんで割と少しこう余裕があるような感じで巻いてます。はい、幹はだいぶこう潰したんですけど、どっちを表にしようかな。この角度から見ようと思うんですが、そうするとここがなんか巻きみたいになっちゃって、多分こんな木は多分ないと思うので、これは弾みをつけるために少しこう倒して流れをつけたいと思います。こう畳むより少し倒した方が模様が面白くなっていいかなと思うので、こういう感じで作りたいなと。巻き感はなくなったかなと思います。はい、まだちょっと気になるところはあるんですけど、これ以上やるともう結構負担になってるので、もうこれ以上はいじらない。 2,3 年は最低限の目摘みだけやって、できるだけ枝は伸ばして幹の肥大を、測りたいと思います。ちょっと曲がってるな。で今後の管理なんですけど、湿度をしっかり確保するためにいろいろ工夫した方が良いと思います。市販のドーム蓋付きのケースに入れてもいいですし、木がそんなにない人はこういう穴開いてる発泡ケースなんかにこう入れといてですね、でビニール袋なんかこういうのがあるんですけど、こういうのの下に水抜きの穴を開けて、開けて、それでこれを入れて、こういう風に入れてですね、穴がちゃんと抜けるようにして、それで水やって、で口をこう軽く閉じておくと、こうしとけば結構湿度も保たれますので、これで春4月とか5月ぐらいまで換気しながらやっておくと傷の治りも早いのかなと思いますので、参考にしてみてはどうでしょうか。はい、今日の作業はこれでおしまいです。